ちらでどうぞ。今日はこんにちは。今日は本当にありがとうございます。プライドハウス東京代表の松中権と申します。よろしくお願いします。どうもありがとうございます。握手できないので、はい、いいですか。やった。どうもよろしくお願いします。やっと叶いました。あ、そうなんですか。大臣の時に、はい、ぜひ伺いたいということで、日程を調整してたんですけど、なかなか合わなくて。それでやっと。本当ですか。ありがとうございます。はい、お忙しいところ。プライドハウスというこのコンセプトなんですが、後ほど細かいことはお話ししますが、もともとバンクーバー五輪の時にスタートしたコンセプトで、スポーツと LGBTQ をテーマにした安心安全な場所ということで、そのコンセプトに基づいてこの東京大会にも合わせて作ろうということでスタートしています。実はこちらちょっと見ていただくと、35の NPO と、あとは専門家と、あと今15のパートナー企業さんと、あと20の世界中の大使館が今コンソーシアムという形を組んで、このプロジェクトを進めています。で実は公認プログラムって書いてあるんですけど、世界での初めてのオリンピック・パラリンピックでの公認を、LGBTQ テーマでいただいた場所になってますので、実は去年の10月11日の世界カミングアウトデーという日にオープンしたんですけど、なんとトーマス・バッハさんからメッセージをいただいて、本当に IOC としても、2014年のオリンピック憲章改定になってから、LGBTQ をちゃんとやっていこうということで、本当にメッセージ応援いただいています。レインボーフラッグご存知ですかね。LGBTQ のテーマなんですけど、実は他にもいろんなフラッグがありまして、例えばあちらは、トランスジェンダーですかね。トランスジェンダー。こちらは黄色だからノンバイナリーと。ノンバイナリーというのは、男性女性という、性別二元論に当てはまりづらい方もいらっしゃるので、そういう方々の、象徴のフラッグもあったりもします。そういうLGBTQ とはという、ご説明を差し上げるプランだったりとか、LGBT とスポーツがテーマになってますので、そのアライと呼ばれる LGBTQ の当事者がなかったとしても、応援して社会を変えていくことができるってことで、サッカーの長里選手とか、あとはラグビーの河村選手からメッセージいただいたり、こちらは当事者のアスリートですね。滝沢七重さんというのはバレーボールの、で下山田選手というのは現役で実はサッカー選手でパートナーが女性ということをオープンにされていたりとか。大使館のいくつかの大使館からのご協力を得て、このような世界各国の LGBT や性の多様性に関する絵本を寄贈していただきました。あと最近は日本でも性の多様性や LGBT に関する絵本たくさん出版されているので、それらもご用意していつでもお読みいただけるようになっています。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ僕が代わりに読ませていただきますが、プライドハウス東京レガシーカフェ担当の野村康平と申します。耳が聞こえないため筆談でやり取りをお願いいたします。4月からカフェを始め、来訪者の方に無料でコーヒーと紅茶などを提供しております。私は耳が聞こえないので、この指差しメニューを使いながらコミュニケーションをとり、ゆっくりと過ごせる環境を整えております。来訪者のニーズに合わせたメニュー作りも考えております。これでもしよければ、コーヒーとお茶、これさしてですね。大丈夫です。ホットコーヒー1つ、砂糖シロップフレッシュはいらない橋本会長はブラックということが今分かりました。ありがとうございます。こちらがですね LGBTQ コミュニティ&アーカイブライブラリのコーナーとなります。プライドハウス東京コンソーシアムの中の文化歴史アーカイブチームによるプロジェクトでございまして、こういったさまざまな LGBTQ に関する関連書籍、雑誌だったりとかを集めまして、こちらのレガシーに来館いただいた方は自由に手に取って読んでいただくことが可能となります。こちらのアーカイブはですね LGBTQ の当事者であったりとか団体などがから寄贈いただいたものであったりとか、中にはもう販売されていない貴重な本だったりもたくさんあります。こういったものを過去、現在、未来とアーカイブといった形で残していく、そういった目的でこちらで設置させていただいております。実はこちら私の
知人なんですけれども、北海道出身の楢崎亮介さんという方で、僕が夫に出会うまでという本なんですけれども、ゲイの当事者の方で、2015年に同性パートナーの方と、同性結婚式を挙げられた方です。はい、同じ北海道出身ということで選ばせていただきました。なかなかこのアーカイブっていうのがマジョリティ視点で編纂されることが多いので、やっぱり埋もれてしまう歴史をちゃんと残そうという形で頑張ってます。はい。改めまして皆さんこんにちは。東京2020組織委員会の会長の橋本聖子でございます。今日はこのように貴重な機会をいただきまして本当にありがとうございます。東京オリンピック・パラリンピックの担当大臣を1年半務めさせていただきまして、2ヶ月少し前に組織委員会の会長という立場になりましたけれども、東京大会を成功させるという意味においては、どのような立場になっても同じ気持ちで取り組んでいきたいというふうに思っていたところであります。その東京オリパラの担当大臣の時に国会でもやはりしっかりと理解をして取り組むべきだという質問を国会でも私受けておりまして、その時にぜひプライドハウスに伺いますというふうに答弁をしていたんですけど、なかなか機会がなくて、それで今回このように実現をすることができて本当に嬉しく思ってます。この東京大会が初めてプライドハウス公認プログラムに認定をさせていただきまして、やはりちょうどゴンさんがゴンさんって言っていいんですか？全然大丈夫です。はい、僕も聖子さんで大丈夫です。はい、大丈夫です。本当ですか？ありがとうございます。バンクーバーからという話ありましたけど、ちょうど私日本選手団の団長だったんですね。バンクーバーの時は。なるほど。やはりそういったLGBTQ このプライドハウスに、これからやはりスポーツが何ができるかということも一つの大きなテーマとなってきた転換点だった記憶を今あるわけなんですけれども、これから今までも組織委員会の中でもジェンダー平等、そして多様性と調和というのが一つの大きな今テーマになってまして、組織委員会でもやはりゴンさんからいろいろなアドバイスをいただいて、今もう組織委員会今ちょうど4000人ぐらいの職員になったんですけれども、多様性と調和のアンケートですとかあるいはご指導をいただいて、今研修もしているんです。そういったことも含めて、これから世界の選手をこの受け入れる組織委員会として、しっかりと理解をしながら多様性と調和というものにより多くの皆さんに共にやはり共感といいますか共同して取り組んでいくことができるようにしっかりとやっていきたいなというふうに思って、今日はまた私自身も皆さんと共にしっかりと取り組んでいきたいというふうに思ってました。まさにこの LGBTQ とスポーツということにおいても実はバンクーバーがすごくきっかけになっていまして、そのプライドハウスというのが初めてバンクーバーでできた時はカナダなんです。カナダって LGBTQ は結構進んでいるその理解がなんですが、このスポーツ業界がファイナルフロンティアと呼ばれていて、要は最後のフロンティア、砦と言われてるんですけど、一番 LGBTQ にとって差別とか偏見が厳しい辛いのが実はスポーツ業界と言われています。例えば男性と女性に分かれる競技が多かったりとか、もしくはやっぱりスポーツってスピードとかパワーとかどちらかというと男性性が強い部分もあったりもして、性的マイノリティの方々がからかわれたりとかバカにされたりとかってことも結構あります。あとはサッカーの例えば大会とかでフーリガンのようなちょっとマッチョな集団も来たりもするので、安心安全の場所を作ろうと言ってカナダでスタートしたんですけど、それは本当に大切だということでいろんな国々の大きな国際大会があるところがこのバトンを受け継いで実はこのプライドハウスをやってきました。で日本も2019年のラグビーのワールドカップの時に原宿で44日間オープンしまして、で去年
オリンピック・パラリンピックに合わせて5ヶ月間新宿でオープンしようと思ってたんですけど、コロナがあってそれは延期になったんですが、ラグビーで期間限定をやって、オリパラで期間限定をやって、その後常設の場所を作ろうと。やっぱり日本ではスポーツだけじゃなくさまざまなフィールドがまだ LGBT の理解が広がっていないので、その常設の場所を作ろうと思ってたんですが、コロナの中でいろんな調査をした結果、 LGBT の特に若者ユースが4割ぐらいの方々は実は自分が安心してつながれる人とか場所と捉えてしまったとか、もしくは7割の人がお家が安全だと思えないと。やっぱりこのご家族同居されている方々が、心ないことを言ったりすると自分の居場所がなかったりする。なのでステイホーム期間で実は一番 LGBT のユースが危ないんじゃないかということで、いろんな方々にご相談をして、ここの場所を前倒しをして常設の場所として作ろうとなったのがこのプライドハウス東京です。で本当にいろんな方々のご協力をいただいて今オープンしていて、オープンしてから、コロナの中で本当に感染対策もありますけど、毎日当事者の方もいらっしゃれば、そのご家族の方もいらっしゃれば、もしくはアライとして当事者を応援したいという方もいらっしゃれば、さまざまな方がお越しいただいて、いろんなスタッフと交流をしながら、社会を変えていこうって活動をしているところです。私自身トランスジェンダーでして、もともとフェンシングの、女子の日本代表として、競技をしていた経験もありますので、今回このような形でプロジェクトに携わらせていただいております。今度聖火リレーの方も走らさせていただく予定です。でイベント祝祭ボランティアチームでは、性の在り方にかかわらず誰もが楽しめるイベントの運営企画ということを行っておりまして、これまでに東京レインボーマラソンというですね、マラソン企画ですとか、あとはプライドカップという形でテニスやサッカー、またバレーボールなんかの、性にかかわらず誰もが楽しめるようなイベントの企画をしてまいりました。今回はですね、ボランティアの方たちたくさんいらっしゃると思いますので、もちろん選手の中にも観客の中にも、そしてボランティアの方たちの中にも、LGBTQ の当事者の方いらっしゃると思いますので、ぜひそういった方に研修のようなこともさせていただければいいなというふうに思っております。そういうことで、本当に誰にとっても安心安全に、こちらに携われる、心理的安全性の高い、大会になればというふうに思っておりますので、ぜひご一緒させていただければと思います。よろしくお願いいたします。アスリート発信チームの、野口ですが、私自身は、女子サッカーをずっとやっておりました。でアスリート発信チームは2つ、アプローチをしていて、スポーツの中の LGBTQ 理解を促進していくということと、スポーツを通じて社会の LGBTQ 理解を促進していきたいというふうに思っています。スポーツの中もやはり差別的な構造だったりとか偏見がたくさんあるので、スポーツを通じてというからにはやっぱりスポーツの中の多様性ってことをしっかりと、やっていきたいなというふうに思っていて、誰もが安心していられる、スポーツ文化とはどういうものなのかというのを、ガイドラインのような形で作らせていただいたりとか、スポーツ競技団体への研修の機会とかも、作らせていただいております。まだまだスポーツ協会、スポーツ団体さんとの連携がまだ進んでいませんので、そこもしっかりと、連携してスポーツ界の皆さんと一緒に社会の中もスポーツの中も変えていきたいなと思ってます。よろしくお願いいたします。私、高坂茜が所属しているウェルネスサポートチームは、すべての性の在り方の人が身体的、精神的、社会的、性的、そして文化的にウェル、つまり良好であるという状態になれることを目指すチームです。東京2020組織委員会さんとの連携としては、今だからこそ組織は多様でインクルーシブであればあるほど強いということを伝えるためのイベント、何かご一緒できたらいいなと思います。そして LGBTQ+ の選手の方、スタッフの方、またアライの立場の方との交流、そしてメディア向けの事前勉強会などもぜひご一緒にさせていただきたいなと思います。以上です。文化歴史アーカイブから五十嵐がご報告いたします。先ほどもご覧いただいたライブラリーでございますが、ちなみに今大体約1000冊で、最終的には2500冊の所蔵を目指して現在準備をしております。連携の希望としてはですね、川瀬直美監督が今撮影されている東京2020のレガシームービーでもですね、ぜひLGBTQ に関することにも触れていただけないものだろうかというふうに思っています。さまざまな切り口があろうかと思います。ご承知のようにオリンピック憲章、オリンピズム、
の根本原則6の性別・性的指向の差別禁止もそうですし、あるいはトランスジェンダー選手の参加条件の提示、または多様性と調和、先ほど言及がありました。東京2020と LGBTQ という切り口で、ぜひですね、新しい歴史を作っていただいて、残していきたい、そんなふうに思っています。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。東京オリンピック・パラリンピックは、まさにオリンピックの根本原則である多様性と調和、人種、肌の色、性別、そういった全てのことに対してしっかりと理解をし、そして平等でなければいけないということがはっきりと謳われておりまして、でそのことをさらに今回の東京2020大会というのは、まさに多様性と調和というものをただ、達成をする、どのようにしていくということだけではなくて、組織委員会というのはこの大会のためにできた次元的なものでしかないもんですから、そうであれば逆にこの2020東京大会というものが後に振り返った時に、多様性と調和、 LGBTQ に対しての理解、そういったものがあの時がまさに転換点だったというふうに思っていただけるような活動を今からしていかなければいけないと思いますし、それが東京大会組織委員会の責務なんだと思うんですね。やはりそういった一つ一つのテーマに沿って、ボランティアの方に対しての研修もそうですけれども、当然今後レガシーとしてしっかりと残していくということにおいては、記録にも残していかなければいけないというふうにも思いますので、また川瀬監督ともそういった相談、お話もさせていただければというふうにも思います。今後やはりまだまだどういうふうな形で、推進をしていくべきなのかですとか、このプライドハウスというものが実際に行くことがなかなかできなかったりですとか、この素晴らしいこの空間というものがまだ多くの方に知られていない部分もあるのかもしれませんので、この2020大会というものがと一緒になることによって多くの方の理解を深めていくチャンスにもしていただきたいなというふうにも思っていますので、ぜひ今のようなご意見というのはたくさんまだまだあるというふうに思うんですけれども、一つ一つ組織委員会と連携することによってさらに素晴らしいものになっていけるようにしたいなというふうに思います。まだまだ本当にアスリートの業界、スポーツ業界は本当に過ごしづらいというか、もしかしたら本来の能力を出し切れてない方もたくさんいらっしゃるんじゃないかなと思うので、ぜひ、そういったことが悩みになって、本来のこの自分自身のパフォーマンスを出し切ることができないというのはやっぱりいいことでは当然ないわけですよね。私もアスリートを長くさせてもらってましたけれども、お友達もやはりカミングアウトして、そして非常にパフォーマンスを発揮することができたりですとか、実際に非常に悩んでいる選手も身近に見てきましたので、やはりそういう意味ではどれだけこの理解をするかということが非常に重要だなというふうにはずっと感じてました。ありがとうございます。でも今日はお揃いのバッジつけてますけど、はい、本当に会長とかがこういうのつけていただけると、あって当事者としては味方なのかなとか、いつかもしかしたらお話ししてもいいのかなとか、そういう本当に印になると思うので、ぜひレインボーとかつけていただければなと。ありがとうございます。本当にお願いします。教育多様性発信チームの鈴木と申します。普段はですね、都内の小学校の教員をしております。実は以前北海道にも住んでたことがあって、北海道で教員してた時にはスピードスケートを
やって、いました。今日お会いできたのをすごく嬉しく思います。どこですかって、十勝です。帯広です。はい。ぜひ今度機会があればスピードスケートも教えていただけたらと思います。ありがとうございます。私自身は今教育多様性発信チームというところにいるんですけれども、昨年度からの取り組みでですね、LGBTQ 含め多様な性の在り方とか、多様な家族の在り方についてポジティブな情報発信を心がけてきました。またですね、理解啓発のためのですね、教育プログラムとかいろいろなイベントのようなものを開発してきました。で、今後の連携の希望としては、企業でのアライ育成のプログラム、そういったものをですね、ぜひパートナー企業の各社に、周知していただけたらなというふうに思います。よろしくお願いいたします。居場所づくりチームの荒木です。今日は素顔なんですけれども、時々と言いますか、過剰なメイクをしまして、セクシャリティとかジェンダーを軽々しく飛び越えていくドラッグクイーンでもあります。はい、居場所づくりチームではですね、LGBTQ に安心安全な居場所を提供するということを第一に考えて動いていまして、ピアサポートとか情報を人とつながる機会の提供ですね、でそのために研修会をしたりとか、個別相談の体制を構築したりとかしてきました。またUDA という大学を中心にした居場所づくりであるとかシンポジウム、調査なども行ってます。またですね、LGBTQ の中でも特にちょっと困難な立場に置かれやすいトランスジェンダーの人たちの居場所とか、可視化みたいなことも理解促進みたいなことも今取り組んでいます。希望ですけれども、文科庁の飛び立て留学ジャパンとの、レガシー施策の今検討中をしていまして、あとその元アスリートの方をぜひご紹介していただきたいなとか、あとはですね、その大会関連の施設で LGBTQ の情報とかパンフレットとかそういったもの、性の健康とかそういったものを設置いただけるようなコーナーとか、そういったところで連携できればなというふうに考えております。仕組み作りチームの薬師です。仕組み作りチームは名前の通り持続可能な仕組みを作っていくチームなんですけれども、後ろのバナーにもあるようにですね、本当に多くの NPO、企業、大使館、自治体の皆様などコレクティブに連携をしているところですので、そういった共同を作っていたりですとか、あとは市民の皆様の参加度の高い資金調達、ファンドレイジングを行ったりですとか、あとは調査を行ったりとか、そういったことをしているチームです。ぜひ連携させていただきたいなと思っているところとしては、先ほど杉山からも申しましたが、ぜひボランティアスタッフの皆様に LGBT について知っていただきたいなと思っているので、研修はもちろんなんですけれども、プライドハウス東京ですね、本日お渡しさせていただいております、こういったスポーツフォーエブリワンですとか、いろいろな冊子なども作らせていただいているので、こういったものをシェアさせていただいて、ぜひ LGBT について知っていただく機会が増えたら嬉しいなと思っています。他にもですね、やはり今回プライドハウス東京が世界で初めて大会組織委員会の公認プログラムをいただけたこと、本当に嬉しく思っておりまして、この熱量ですとか取り組みっていうのを北京だとかパリにバトンを渡せるためにもサポートをいただけたら嬉しいなというふうに思っています。引き続きよろしくお願いいたします。はい、レガシー運営チームの前田と申します。先ほどご案内させていただいたこちらの運営を担当させていただいています。去年の10月11日からオープンして、半年になるんですけれども、1000人を超える方のご来場をいただいております。年齢も多様でさまざまないろんな方にご来場いただいております。で新国立というか国立競技場からも近くでありますので、お散歩マップですとかっていうのを作ってそれぞれの行き来ですとかボランティアの方のお休み場所としてもですね、ぜひ機能していきたいと思ってますので、よろしくお願いいたします。はい、バッハ会長からも小池知事からも、メッセージがありますので、ぜひ隣に置いていただいて、やったぜひありがとうございます。やはり公認プログラムにこの大会から公認プログラムにさせていただいてますので、やはりそういったものはこれからのオリンピック・パラリンピックにバトンをしっかりとつなぐ役割がこの組織委員会にあると思いますので、そこまたぜひご理解ご指導いただきたいというふうに思います。
そしてどういう分野においても、私自身、政治家として20数年いますけども、教育って一番だと思ってるんです。やはりこの国の礎ですから、教育ということに関してはやはりこの LGBT 多様性と調和、性に対してもそうですけれども、何よりもやはり小さい頃からのそういった教育をしていくということが結果的には成長していくことの中で、全ての社会が小さい頃から教育を受けていることによって話すことができる、そしてそれを受け入れることができるという、まさに社会が変わっていくためには小さい頃からのやはりそういう教育が一番重要だというふうに思って来ていましたので、ぜひ教育というものはボランティア教育はもちろんなんですけれども、その前からやはりこれを一つの大きな転換点となるように、ぜひ組織委員会として、あるいはやはり政治の場でも連携をしていかなければいけないなというふうにはもうずっと思ってましたので、またぜひそういったご指導をいただきたいというふうに思いますし、またこういうスポーツの世界では必ずやはりジェンダーの問題っていうのはもうかなり昔からですね、問題にはなっていたんですね。でそれが悩みになっていたっていうこともやはりありますので、ぜひアスリートというのは元アスリートのご紹介をというお話が荒木さんからありましたけれども、アスリートというのはやはり実際に自分自身でそういう場を経験している人たちばかりですので、話すと本当にすごい理解力があって、私はいつもそう思ってるんです。アスリートはやはり話をすることによってより多くのものを吸収して、そしてその吸収したものを発信する力がたくさんあるので、いろいろな立場の中で協力をしてもらえるアスリートができてくるんじゃないかなというふうにすごく感じてました。本当にせっかくこの初めて2020大会で公認プログラムとしてこのプライドハウスの皆さんと一緒になって取り組んでいけることができたものですから、一つの大きな次の世代にしっかりとバトンが渡せるようなそういうことも考えていかなければいけないなというふうに思ってます。ありがとうございます。本当に私自身ですね、自分がやっぱりカミングアウトできなかったっていう現役中にオリンピアンでそれこそメダルを取られた選手なんかにもカミングアウトの相談を受けたりしたことがあってですね、やっぱり言えないというお話を伺ってますので、やっぱり本当に今日本当にねこういうふうに時間を設けていただいたこと本当にありがたいですし、ただ僕たちこれもやってくれあれもやってくれってすごいあれもダメこれもダメみたいなことを言いがちなんですが、これ決してネガティブな話じゃないと思っていて、むしろやっぱり発揮できてないポテンシャルがそれだけ個人としてもチームジャパンとしても眠っていると思いますので、ぜひその心理的安全性を高めることでもう本当チームジャパンとしてレインボーを巻き込んでみんなでメダル取りに行きたいなという思いがありますので、ぜひよろしくお願いします。でまさにこういう憩いの場というのはものすごく大事だと思いますし、そして寄り添う、そしてくつろげる場所っていうのが何よりも今重要だと思うんですよね。コロナ禍で特に居場所がないと思う若い世代の方、若い世代でなくても本当にそれぞれの年代で居場所をなくしてしまった、心を開くことができない状況で悩む人が今ものすごく多くいますので、そこでやはりこういったくつろげる場所、そして自分自身がここに来ると何でも話ができて、そして非常に精神的に穏やかになる、そのことが自分自身のポテンシャルをどんどん上げていくことができるということになると社会が喜ぶわけですよね。でそういった好循環、こういったいいサイクルを持っていけるようにしていきたいなというふうに本当に思います。このプライドハウス東京のこのロゴはなんとこの
オリパラのエンブレムを作られた所さんがデザインされていて、今日はサプライズで実は来ていただきました。はい、そうなんです。所さんがこのエンブレムを決めた後に個展を開かれて、そこでぜひプライドハウス作ってくださいって言ったら、もう2つ返事でやりましょうということだったので、もしよろしければプレゼントを。はい、はじめましてそういえば本当に東京2020プライドハウスの両方の図形を作らせていただいて、心がドキドキしてるんですけども、本当に大きなバトンになると信じてますので、自分はストレートなんですけれども、なんていうかな、本当に次のオリンピックにぜひともつながっていくようなことを期待しております。所さんありがとうございます。わざわざお越しいただきまして。